僕は君のことも忘れてしまう？第7章第2話幻の時代いつかの約束。原作語り春美月。神は彦のもとへ急いだ。逃げ惑う人々の集落へと降り立ち、彦を探した。彦はたくさんの人に助けを求められ、埋め尽くされようとしていた。彦よ、神の力が2度弾けた。もはやこの地は大災害を引き起こし、地獄と化すだろう。彦の子が力と共に弾け飛んだ。愚かな人間がそばにいる。共に来い。そう言って、神は群衆から彦を引っ張り上げた。神様、我々はどうなるのでしょう。彦様。助けて神様、彦様。人々は泣き叫んで懇願した。もう神でも止められぬ。神の力が響かぬほど遠くまで走って逃げろ。神はそう言って彦を連れて飛び上がった。神様、一体何が起きたのでしょうか。彦も年老いた。群衆によってたかられ、疲弊していた。彦の子が男を連れていた。そやつが愚かにも神の力を手に入れようと、わしをその手に収めようとしたのだ。その際、神の力が弾けた。神は空を飛びながら話した。守が、一体なぜ？わしも知らぬ。彦の子は愚かではないが、しかし優しい。おそらくただの親切心であったのだろう。その優しさに男は卑しさをつけ込んだのだ。神は一旦間を空けて言った。彦や、わしら神々は赤子の時より彦が可愛い。年老いた今も変わらず、命燃え尽きるその日まで、彦が無事ならそれでいいのだ。お前だけを確実に逃がしたい。しかし、彦にとってのそれがあの子であろう。本当なら、このまま彦だけを逃がしたいところだが、神は葛藤していた。そこまで思ってくれる神に、彦は感謝しかなかった。ありがとうございます。おっしゃる通り、私にとっての彦はあの子です。そう言って、彦は神を抱きしめた。よい。彦が望むのなら、わしはそうしよう。洞のあたりまでやってきた。大地に亀裂が走っていた。山がいびつなまでに歪んでいる。空を飛べる鳥や虫は、皆山を飛び立ち、空を埋め尽くしていた。ちょうど近くにいた他の神も合流した。なんたることだ。彦よ、無事か。力を伝って感じたぞ。愚かな人間がいたようだ。集まってきた神々も彦の無事を喜んだ。すまぬが、彦の子がこの辺りにいる。彦のために探しておくれ。そして、その愚かな人間も近くにいるはずだから気をつけて探しておくれ。彦を連れた神が他の神に頼んだ。
よし、わかった。いや、待てよ。あそこに人影が見えるぞ。皆一斉に視線の先を追った。山はもう見る影もなかった。大地に幾重にも亀裂が入り、木々は倒れ、動物たちは逃げ惑った。猿は木から木へ飛び移り、野うさぎやネズミが立ち止まることなく、うまいこと亀裂を避けて逃げ去っていく。その上をイノシシや鹿が欠けていた。亀裂の一つに二人はいた。青年が地割れの中に飲み込まれようとしていた。その手を守がつかみ、這いつくばって何とか食い止めていた。助けてくれ、死にたくない。宙吊りになった青年は涙目だった。守の手を必死につかみ、もがいていた。動かないで。動くと手が抜ける。守は歯を食いしばった。君はなんでこんなことを。守は食いしばった歯の奥から声を上げた。なんとか状態を起こせるまで引き上げられた。青年はなんとか守の手から地面をつかみ、再び大地の裂け目にぶら下がった。守はすかさず体勢を整え、落ちないようにその腕を掴んだ。突然、二人の体がふわっと宙に浮き、ストンと地面に降り立った。振り返ると、神と彦がそこにいた。無事だったか。彦は守に駆け寄った。父上もよくぞご無事で。守と彦は抱き合って再会を喜んだが、神々は今しがた助けられたばかりの青年をじっと睨みつけた。父上、神様、すみません、こんなことになって。守は涙ながらに彦と神々に謝った。今はその話をする時間はないぞ。今すぐこの地を離れなければ。そう言って神々は彦と守を連れて空を飛び立とうとした。青年は一人置いていかれることを恐れ、だっと駆け出し、彦に飛びつこうとした。知れ者がまだ懲りぬか。神々は三度怒った。愚かな人間が彦に触れることが何よりも許せず、神々の爆発した力は青年に向かって一直線に走った。なのに、その力が当たったのは青年ではなく守だった。事故だった。守は彦を助けようととっさに駆け寄ったところだったのだ。神々は彦のことしか見ていなかったので、それに気づかなかった。神々の荒ぶれる力が守に当たった瞬間、守の体はちりぢりに砕かれた。神々は信じられないという気持ちでその場に固まった。自分たちの大事な大事な彦を守ろうとして、彦にとって大事な大事な子を攻撃した上に消し去ってしまったのだ。彦は目の前で我が子が消え去ったことが現実のことだとは思えなかった。思えなかったし、信じたくはなかった。信じるつもりもなかった。なのに、彦の目からは涙がボロボロこぼれ落ち、口からは
獣のような声があふれ出た。おー、なぜだ、なぜこんなことが。神々は呆然とした。これはあってはならない間違いだった。この地が滅ぶことよりも、絶対に起きてはいけない間違いだった。青年は、守が跡形もなく砕け散ったのを見て、怖くなり、彦により強くしがみついた。神々はその青年を彦から離したかった。離したかったのに、たった今、彦の大事な子を消し去ってしまったことで、身動き取れずにいた。そうこうしてる間にも、再び地響きとともに、あちこちで地割れが起きていた。彼らのすぐ足元にも、ビシビシと亀裂が入る。木が幾重にも倒壊していった。助けてください、助けてください。怯えた青年は彦の上に乗りかかるようにしがみついた。彦は顔を覆いうなった。彦の体から暗い闇がズズズズッと湧き出てきた。彦は目の前で大事に育てた我が子が刹那に跡形もなく消えてしまったことや、その大事な子を消してしまったのが同じように大事に思っていた神だったこと。しかし、その神も彦を守るために男を攻撃するはずだったこと。どうしようもないことばかりで、悲しみや怒りを何とかしようとした。それでも拭いきれないのは、これまで多くの人を守り、大事にしてきたというのに、なぜこんな男一人に、数少ない本当に大事なものすべてを傷つけ、踏みにじられる必要があったのか、という思いだった。それでも彦は、神に愛され、人に愛されてきた人物。自分の神を愛し、人を愛してきた。これまでののどかで優しい時間が走馬灯のように彦の脳裏を走った。で、その結果がこれだというのか。目がカッと開いた。彦の心は理性と感情が相互に傷つけ合い、断末魔の叫びを上げた。ああ、彦よ、ダメだ。心の闇に飲まれてはいけない。愛しい彦よ、特別なのだ。彦よ、力を持った者が闇に飲まれてしまったら、もう戻れなくなるぞ。神々は彦が闇に落ちるのをただ見ているしかできなかった。我々だ。我々がこれを招いたのだ。どうしようもない思いに絶望を覚えながら神々はただ見ていた。青年は彦にしがみついたまま目をつぶってただただ泣いていた。助けてください。彦が闇に包まれていることに青年はまだ気づいていない。彦の体が闇に覆い尽くされると、今度は体の中から光の粒が四方八方飛び散った。ああ、彦の心が壊れてゆく。神々は光の粒一つ一つを目で追いながら涙を流した。
このようなことになるのなら、我々はこの世にあるべきではないのかもしれぬ。一人の神がつぶやいた。些細なことでこのようなことをも招いてしまう。なんとも巨大すぎる力よ。別の神もつぶやいた。彦や、世界が終わる前に我らは去ろう。口惜しや、大事な彦をこんな目に、直してやれぬ、戻してやれぬ、すまぬ、すまぬな。近すぎてはいけないのだ、我々は。己が力の巨大さゆえに、これほどまでに無力を感じたことはない。ああ、彦や、せめてもの選別だ。誰が裁きを下すのではなく、悪しき者が自ら地獄の門を開くように門番を置いてゆくぞ。二度と力による事故が起きぬよう。我らに今できることは、ここを去って力の共鳴を収めることのみ。さらばだ彦よ。もう会えぬとも、姿形が変わろうとも、我らは永遠に彦を思おう。こうして神々はこの世を去り、世界は隔絶された。やがて大地に染み込んだ神の力も次第に消えてゆくだろう。彦は黒い塊になっていた。青年は神々が消えたことで地鳴りが止み、少し静かになったことで、やっと目を開けてみた。そこで初めて彦の変化に気がついたのだ。ひい。青年は彦からパッと手を離し、後ずさった。後ずさった先に亀裂があり、それ以上逃げられない。青年はその場に尻餅をついて、ゴロゴロ転がった石ころや木の枝など、手に触れるものを手当たり次第に黒い塊に投げつけた。不思議なことに、投げたものは一つとして当たらなかった。助け、お助け。青年は震え上がり、歯がガチガチ鳴った。目の前の黒い塊はずるずると血を吐い、少しずつ膨れ上がった。黒い塊から最後の光の粒が散っていった。黒い塊はずるずると青年の足元まで膨れ上がりながら張っていき、青年の声を押しつぶすようにかぶさった。ほんのひとときだった。黒い塊は青年からずるずると離れたが、青年はもう二度と動くことはなかった。魂が食われたのだ。こうして彦は人食いじじいとなったのだった。もぬけの殻となった青年の足元から巨大な蛇が現れた。馬一頭でも飲み込めそうなほどの大蛇だ。蛇の目がぎらりと青年を捉えた。そしてたちまちに身じろぎ一つしない青年をパクリと飲み込んでしまった。神より役目を賜った。我は地獄の門番オロチなり。多くの災いを引き起こしたお前は、すでに地獄の門をすべて開いている。魂はすでに喰らわれておろうとも、その肉体は地獄で永遠の苦しみを味わい、二重苦となるだろう。オロチは
腹の中につぶやいた。もうそこに青年はいないのだが。オロチが青年を地獄へ送っている間に、黒い塊は廃れた老人の姿でそこに立っていた。オロチは人食いじじいに一別して、たちまち地面の中へとずるずると消えていった。オロチが語り終わると、妖怪たちはざわついた。ちょっと待て。今の話じゃ、陽子はどこにもいないじゃねえか。カッパがすかさず聞いた。あたいは別にその場にいたわけじゃないよ。陽子は千里馬場の隣でつまらなさそうに丸まって寝ていた。陽子は時事をめでていた神の一人、稲荷神の眷属だ。時事の話を聞いて神の力を放棄し、神の世と完全に隔絶される前に、この世に降り立った唯一の妖怪だ。オロチが代わりに説明した。陽子は正体をばらされて少しふてくされているようだった。あたいはもともと神って柄じゃないんだ。堅苦しいのはごめんでね。妖怪として自由奔放にいたずらしてる方がよっぽど楽しいのさ。陽子は千里馬場の隣で寝そべったまま尻尾をパタパタさせながら言った。神々がこの地を去るときに大きな力を持った者たちの大半は神と同じくしてこの地を去った。この地に残ったわずかな者たちが今の妖怪のルーツとなった。言いながらオロチは巨大な体をずるずる這わせて、ユイとエースケの前でピタリと止まった。あれ以来、神は直接裁きを下すと、とんでもない事故を招く可能性を考えて、私に地獄の門番としての役目を与えた。目に見えぬ地獄の門が幾重にも伸びている中、一つ一つ悪しき者が自ら開けて、最後の門まで開いてしまった罪深き者のみが地獄へと誘われる。ユイとエースケは、エースケの両親がオロチに飲まれて地獄に落ちる瞬間を思い出した。神様がいなくなって、神の力はやがて消えるって言ってたけど、オイラたち妖怪はどうなんだい？カッパが聞いた。そうだ。神の世界と隔絶されたことで、力は消えると思われた。が、まさに妖怪に転じてしまったジジの存在だ。ジジは生まれ持った才能と神の加護により、神に近い力を持って、神に一番近い存在だった。そのジジが妖怪としてこの地にある。神の力は確かに弱まったが、完全に消えることはなかった。オロチが答えた。そして、陽子がその続きを受け負った。カッパよ。気づいてるか気づいてないか知らないが、ジジを眠らせている間、人間の世と妖怪の世はほぼほぼ切り離されている。妖怪は人間の姿を見ることはあったとしても、触れ合うことはもちろん、何の力の影響も与えることはない。そしておそらくだが、人間側にはある程度力を持ったものでなければ、妖怪の姿すら見ることはないだろうよ。陽子が言うと、五郎太は、あっと声を上げた。妖怪たちは一斉に五郎太を見た。あ、ごめんなさい。三郎のじっさまの今和の時に、
人食いじじいの話をしたけど、誰も見たことも聞いたこともないって言ってた。そういうことだったんだ、と思って。五郎太は妖怪たちの視線にいたたまれなくなって、最後の方は声が消え入るようだった。おいおい、待て待て。じゃあなんだ？俺の家族を巻き込んだ鬼は何だったんだ？その時はじいさん起きてたのかよ。麦次が割って入った。麦次は鬼が現れたことで家族も家も一瞬で消え去っていた。そうだな。お前がじいさんならまだしも、せいぜい40ぐらいだろう。だとしたら、じじはもう眠っていたはずだ。カッパが答えた。俺はまだ32だ。麦次が吠えたが、それに関しては全員無視した。ほぼほぼってさっき言ったろう。ある程度力を持った人間は、妖怪を見ることもできるし、呼び寄せることもできる。呪術師って言ったか。そんなわけで、完全に無になるわけじゃないさ。あんたと、あんたの家族には申し訳ないが、多分最大のとばっちりってやつだ。陽子の答えに、麦次は怒りにわなわな震えた。畜生！鬼ごと俺の家族を消したのも人間で、その鬼を呼んだのも人間だってのか？畜生！そう叫んで、その場でどかどかと足踏みをした。こんな馬鹿げた話があるかと、麦次は悔しさと怒りで頭がいっぱいになった。五郎太たち、そして結衣たちは、あまりにも気の毒すぎて、かける言葉が何も見つからなかった。さすがの陽子も、これは気の毒だった。しかし、腹水盆に帰らず、言ってしまったものは仕方なく、してやれることも何もないので、いたたまれなさから、またもやぷいっとそっぽを向いて寝たふりをした。麦次はひとしきり地団駄を踏むと、荒々しくぐいっと涙を拭った。まあいい。今さらどうしようもねえ。そう言って、ふーっと大きく深呼吸して気を落ち着かせていった。続けてくれ。微妙な空気が流れ、誰も続きを始められなかったものの、そこは空気を読めないカッパがひょかっと何かを思い出し、引導を受けた。そういや、銀、お前もジジが眠ってる間に人間に拾われたんだっけか？銀太のそばにいる銀に向かってカッパが聞いた。そういえば、初めて銀に会ったのは、三郎さんが亡くなる少し前。三郎さんが倒れた時だった。銀太は声に出す代わりに銀を見つめた。銀はそんな銀太に頬ずりをして何かを伝えようとしていた。それについてはおそらく逆のことが起きたのだろう。山犬が代わりに答えた。先の銀狼族と赤狼族の激しい争いの中、力と力がぶつかり合い、その弾みで人間側に落ちてしまったのだろう。そのため銀狼族はなかなか銀を見つけることもできず、そして人間に拾われてこちら側に戻るまで月の加護が薄れ、成長は遅くなり、怪我の治りも遅かった。山犬が言うと、銀の周りにいた若狼は皆、銀太にスリスリ頬ずりをした。銀太はそれが嬉しくて、皆それぞれ頭を撫でてやった。じゃ、話戻すぞ。カッパが言った。ジジはずっと人の魂を喰らい、
ある程度の時が過ぎると眠りにつく。それを繰り返してた。ジジが眠ってる間、ジジと関わった人間は、ジジのことを忘れるらしい。そして、ジジと関わった人間が全員死んだとき、ジジはまた眠りから覚める。ところがどっこい、そこのわっぱが言った通り、三郎のやつ、死ぬ間際にジジのことを思い出したんだ。そのせいか、ジジに変化が起きた。カッパはこれまでのことを自分に説明するかのようにかいつまんでいった。で、九段の予言だ。ジジが目覚めるときに、九段って妖怪が予言をした。ちょっとおいらにゃ覚えきれない内容だったから、ババ、また頼む。カッパが千里ババに言った。人の決めたし四つ国の深き森のまた深く、老いた沖縄の止まりし時が、今こそ動かん根深きものよ。今も果てぬ長き悲しみの行く末は、真にたがわず、いずれかの意図をたどるであろう。見届けよ、力有して魔の頃にいで立つ者よ。かの者に渦巻く流れは、人のうちに秘めし力に響きたり。見届けよ、力有して魔の頃にいで立つ者よ。不変の時、今こそ動かん。眼を広げ、幾千もの夜をたどられよ。千里馬場が九段の予言を一言一句たがわず声にした。ジジの人間だった頃から人食いジジイに転じるまでの経緯を聞いたばかりだったので、その場の誰もが予言の中にあるジジの長き悲しみが何なのかを感じ取った。ほーと声を漏らす者もいた。その様子をざっと見回したカッパは、再び五郎太たちに向き直った。おいらがなぜ今夜お前たちを呼んだかってこと。今夜ジジが眠りにつく。すると、お前たちは死ぬまでジジの存在を忘れるだろう。俺たち妖怪のことも。だが、おいらは思う。三郎のように、お前たちもまた、最後の誰かが、ジジのことを思い出すんじゃないかって。おいらたちにできることは、ジジを眠らせることだけだ。つなぐのは、お前たち人間にしかできない。カッパは、五郎太の手をガシッと掴んだ。正直、この変化がジジをどう変えていくのかはわからん。ジジが心を取り戻すのか、それとも消滅の道をたどるのか、それはわからん。しかしだ、おいら、お前たちならきっと繋いでくれるって思うんだ。それがきっとジジにとって人の心を取り戻すきっかけになるんじゃないかって、そう思ってる。だから頼む。カッパは五郎太の手にすがるように言った。五郎太はすぐさま快諾しようと思った。が、果たしてできるのだろうか。誰が最後の一人になるかわからない。最後の一人になったとして、今はの際に誰かがそばにいるかどうかもわからない。一人にならないように気をつけるとしたところで、人食いじじいが眠りにつくと、五郎太たちは人食いじじいのことはもちろん、妖怪のことすら何もかも忘れてしまう。五郎太はごくりと唾を飲んだ。任せて、と喉まで出かかった言葉が胃に落ちてしまった。見ると、サキや銀玉をつむき、大人たちは
子供たちを見つめた。そりゃそうだ。順番的に言えば、最後の一人になるのは、僕たち子供の誰かだ。あたいからも頼むよ。陽子が口を開いた。見ると頭を上げてこちらを優しく見つめていた。何、絶対つなげなんて言いやしないさ。気負うことはない。どうせ忘れるんだ。ただ、カッパは知ってて欲しかったのさ。あんたたちにジジのことをさ。陽子はとびきり優しい口調で言った。カッパは背中がポカポカした気がして何度もうんうんとうなずいた。陽子が元神ってことを初めて実感した瞬間だった。五郎太はぐっと表情に力がこもった。わかった。自分の死に際がどんなものかはわからないけど、そのチャンスがあったなら僕はやる。五郎太の決意に、サキと銀太も真剣な眼差しでうなずいた。私もやるわ。僕も。子供たちが決心したのを見て、陽子はまた優しい眼差しで見つめた。その横で、ゆいがすっと一歩前に出た。私たちはおそらく最後の一人になる可能性は少ないし、最後の一人になるとしたら、子供たちが早死にすることだから、そうあってほしくはないけど、だけど、もし私たちが最後の一人になることがあったとしたら、その時は私もやるわ。ゆいが言った。英介はゆいの肩をしっかり掴んで、私もだ、と同意した。もちろん俺もだ。麦樹もすかさず答えた。ありがとう。その気持ちに神もきっと寄り添うだろうよ。そう言って、陽子は神戸を垂れた。さあ、そろそろ牛の刻だ。ジジのもとへ皆参るぞ。山犬が声を上げた。おいらたち妖怪の力が一番大きくなる時間が牛蜜時だ。それに合わせてジジを眠らせる。カッパが五郎太たちに補足した。力有した者たちよ。あとは頼んだぞ。千里馬場の声を合図に、妖怪たちは皆一方向へ向かった。五郎太たちもそれに倣い、一行は千里の地を後にした。五郎太たちは再び銀狼の背に乗って百鬼夜行の中にいた。妖怪の集まりには銀の一族の群れが来ていたので、大人の銀狼族がゆいや英介、麦樹を背に乗せてくれた。不思議な光景だった。百鬼夜行のど真ん中で自分たちもその一部になっている。天狗は木から木へと飛び、空中を歩く子鬼、二足歩行で歩く狸に、提灯お化け。そして、ポーン、ポーンと周りをたくさんの光が弾むようについてきた。あれは人玉だろうか。五郎太はカッパに聞いてみた。ねえ、あの光ってるのは人玉？いや、ありゃ小玉だ。人間はよく人玉に間違えるがな。五郎太とカッパが喋っているそばで、銀太は背に乗せてくれている銀に囁いた。僕は君のことも忘れてしまう？銀太が聞くと、銀は歩を進めながらほんのわずかぐーんと答えた。銀太は
もし自分が最後の一人にならなかったら、銀のことを二度と思い出すこともなく、忘れたまま死んでしまうかもしれないと脳裏をよぎったが、その思いを声に出すのもはばかられた。じわっと涙が溢れてきたが、黙ってうつむき、誰にも気づかれないようにした。そして、ただただ銀の首を優しく抱きしめた。銀はその意味を感じ取っていた。